では本日やっていくのはキャリブレーションですね。キャリブレーション。これ皆さん聞いたことありますでしょうか？キャリブレーション。これ何かと言いますと、これです。気づくスキルです。いやー、このね、気づくスキルってもうセラピストにとってはめちゃくちゃ大事な技術です。気づくってことです。相手のいろんなところの情報をですね、観察してそこから気づいていくっていうスキルになります。はい。この表情一つだったりだとか、こういったね、手の仕草だったり、いろんなものから実は情報ってつながってきますよね。例えばこのキャリブレーションっていうのは、相手を観察して、その相手の感情だとか気持ちだとか、いろんなところですね、疲れてるだとか凝ってるだとか、そういうところを気づくスキルになります。はい。もともとは、英語の意味としては、調整とか構成とか、ね、メモリーみたいなね、検査するやつのメモリーみたいなものをキャリブレーションって言うんですけど、このキャリブレーション、心理学では、やっぱりね、こう観察して気づく力です。相手の感情だったり、気持ちだったり、心理状態を気づくっていうのが、このキャリブレーションになります。はい。このキャリブレーションができると、すっごいメリットがあります。まず、コミュニケーション力がアップします。これ皆さんコミュニケーション復習です。覚えてますでしょうか？コミュニケーションっていうのは関係を把握する能力、そして相手が何を求めているのか理解する能力、そしてそれを表現する能力を身につけるとコミュニケーション能力がアップするよっていうのをお伝えしましたよね。その相手が何を求めているのか理解する能力でこのキャリブレーションっていうのがめちゃめちゃ大事になります。相手が何してほしいのかな、言葉だけを鵜呑みにするんではなく、言葉以外のところからこう情報をね得て、相手がこう思ってるんだろうなとか、非言語によるこう理解ですね、ノンバーバルコミュニケーションとも言います。もちろんね、言語でね、言葉一つによってちょっと落ち込んでるのかな、辛いのかなって気づくこともできるんですが、それ以外にもものすごく情報があるので、ここから取っていけることができればコミュニケーション能力もアップします。そして信頼関係の構築にこのキャリブレーションっていうのは欠かせません。やっぱり相手のことをこうね、思いやったりだとか、相手の内なる声に耳を傾けていくことによって信頼関係っていうのを築けます。これでまた後ほどね、ラポールっていうところでも出てくるんですが、この信頼関係を築くためにはこのキャリブレーション必要になります。そして、カウンセリング力をアップしますよね。相手とこうコミュニケーションとって相手のこの体の状態、特にセラピストは相手の体の状態や心の状態をしっかり観察してこう気づくっていうのがすごく大事になります。向こうが言わなくても気づけるようになったらカウンセリング力がもう格段にアップしていきます。またね、サロンでね、オーナーさんとしてやってたり、店長さんでこう活躍してる人とかも、チームビルディング力。もちろんお客様だけじゃないですよね。サロン経営やっていこうとなったら、業者さんだったりだとか、ね、チームメイト、仲間ですよね。一緒にサロンで働くセラピストさんだとか、先輩、後輩、オーナーさん。いろんなね、コミュニティにこうチームがあると思うんですけど、このチームの結束力を高めるために、このキャリブレーションっていうのもすごく大事です。例えばね、仕事でね、こう本当に辛そうできついって言ってても大丈夫って言ってて、大丈夫ですっていうこの大丈夫ですを鵜呑みにして、あの子大丈夫なんだって言って、やってたら、実は本当に大丈夫じゃなくてパンクしてて、もうダメだって言ってこうやめちゃったりだとか、疲れ果てても体壊しちゃったりっていうのもあります。なので、チーム力をね、結束力をね、アップさせるためにもこのキャリブレーションっていうのはとても大事になります。はい。このキャリブレーションっていうのは、相手の本心を意識して観察することでどんどん上手くなっていきます。相手の本心をね、観察するんですよ。それをね、意識的に観察することによってすごく上手くなっていきます。相手のことが分かるようになります。なので、これね、僕の好きな言葉で目配り、気配り、心配りっていうのがあります。目配りをして、あの人もしかしたら疲れてるかもとか、あの人もしかしたらしんどいのかも。で、気配り、大丈夫とか、なんかね、疲れてない、相談とかないって気配りをしていく。で、ちょっとフォローアップしたりとかね。で、心配り。それで相手が本当に辛そうだなと思ってても、最終的には辛い、大丈夫だよって言ってても、やっぱりちょっと心配だから無理しないでねってこう手紙を添えてね、こう最後缶コーヒーとかね、差し入れをこう入れていくだとか、あとはね、お客様で言うと、雨で濡れてるなって目配りをして気づいて、服が濡れてる、カバンも濡れてる、ちょっと寒そうだなって気づいたら、
目配りをして、その後気配りですよね。雨大丈夫でしたか？ね、寒くないでしょうかっていう気を配ってね。で、最後心配りで、ね、タオルをね、ほかほかのあったかいタオルなんかをね、お出しして、もしよかったらこちらでお拭きくださいっていうような、目配り、気配り、心配りっていうのができるようになります。なので、このキャリブレーションっていうのは、ものすごくセラピストにとって必要になります。相手の本心を意識して観察して何してほしいのかなっていう気づく能力ですね。なのでコミュニケーションにとってもすごく大事になりますし、サロン系にとっても大事です。はい。ではそのキャリブレーションのコツをお伝えしていきます。コツですね。これはですね、コツがあるんですよ。じゃあ人間のどういったところからそれが相手の本心だったり、相手がこうしてもらいたいなっていうのがわかるかというと、もうね、もちろん言葉とかで本当に本音を言ってくれればいいんですけど、やっぱりちょっと気を使っちゃったりとか言い出せない人が多いので、その内なる声を気づくコツとしては、ここです。視覚的に気づく、聴覚的に気づく、そして感覚的に気づく。この3つを意識すればいいです。この3つに意識をして相手を観察していってください。例えばこの視覚的に気づく。もうね、目ですよね。皆さん、人間はメラビアンの法則でほとんど視覚に頼ってます。情報をね、こうね、視覚に頼って生きてるっていう生き物になります。目からの情報ってものすごく入ってくるんですよね。なので、目から気づきましょう。例えば、顔です。もうね、顔はもう口ほど物を言います。もう目もそうですよね。目は口ほど物を言うとかね、言いますけど、顔から気づきましょう。例えば、表情。大丈夫だよって言ってる時にすごくこう、辛そう、大丈夫みたいなね、とか、あと目線ね。目線の向きによってこう変わったりとか、目線がどこにあるかによって相手の心理状態をこう観察することができます。また、顔の向きとかね、顔の向きとか顔の傾きとかうなずきとかっていうこの顔の動き一つで、相手の心理状態をね、把握していきます。で、ちょっとね、困ってる人とかいれば、ってこうやっぱ傾きますよね。困ってたら、そうですね、とかって、ってこうちょっとね、顔がだんだん傾き出します。はい。あとは瞬きとかね、めちゃくちゃ瞬きパチ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 って多かったりとか。あと顔色ね、顔色すごく悪くないかなとか。あと口角。ね、ニコってちゃんと笑えてるのか、こう口角が下がってるのか、口が不満そうにしているのか、口の形から見てもわかるようになります。なので、ぜひですね、この顔から気づいてみてください。顔ってね、ものすごく観察してると、相手の表情一つのね、動かし方で、相手が本当にこれ、どう思ってんのかなっていうのが分かるようになってきます。はい。で、これちょっとね、視線のところに注目していくと、これ面白いんですよ。僕、こういうのね、すっごい好きなんですけど、相手の目の向きによって何を考えてるのかっていうのがね、分かるようになるんですよ。例えば、